皆様こんにちは。米谷彩子です。今日はレッスンではないんですけれども、弦についてのお話をしたいと思います。弦の種類というのは好みですから、絶対的というものはありませんが、このビデオが何かの参考になればと思って作っています。こちらで特に高校生のマスタークラスなどをやっていると、その弦いつ変えたのって聞くと、この弦楽器買った時についてきたからいつ変えたかわからないとかいうとんでもないことの答えがよく返ってくるんですけれども、そういう場合、ともかく弦を新しいものに変えさせて、時々は弦を持ってない生徒も多いんですけど、そうしたらすごい自分が上達したみたいだってよく驚くことがあるんです。だから弦と弓の張り替えの定期的なメンテナンスはとても重要だと思います。私がアメリカに来てから間もなくといってももう何十年も前の話ですけれども、ニューヨークで弓の張り替えに行きました。そしたらちょっと皮肉屋の弓の張り替えの職人さんが私の弦を見るなりニヤニヤ笑って「君金持ちだね」って言うんですね。別に特別な楽器を持っていたわけでもないので、ちょっと何のことかわからなかったんですけれども、ようやく連れて行ってもらった先輩に通訳してもらって理由を聞くと、その時私はゲー線とデー線はオリーブのガット弦、それから A はカプランの A、 それで多分ピラストロの E 線をつけた A 線ですね、 E 線ですかをつけていたと思います。今はカプランはギターの会社に吸収されて今はないと思いますけども、誰に言われてこの組み合わせにしていたのかちょっと記憶が定かではないんですけれども、多分角三郎先生の教室ではみんな何にも疑問を抱かずにこのガットのオリーブを使っていたんではないかと思っています。私の中学生か高校生の頃にシンセティックナイロンの弦がちょうど出回り始めた頃だったと記憶しています。私が日本にいた頃はガット弦が主流で、シンセティックのナイロンの弦は安かろう悪かろうっていう感じで、なんか顔をしかめられたっていうような覚えがあります。ピラストロのオリーブは35年前でも$30、アメリカでも$30以上しましたし、今ちょっとインターネットでチェックしましたら、オリーブのゲー線1本で$80以上してますから、ガットのセットで4本買えると$250以上は軽く飛んでいくということになります。その弓の張り替えの職人さんの言い方もありましたけども、ちょっとすごく気になって、みんな何を使ってるかなと思ってディレイ先生の同級生とか見舞いしてみたんですよね。そしたらほとんどの人がドミナントのセットか、またはドミナントのゲーで A までで、それでE はゴールドブラックカットとかウェストミンスターを使っていた人が多いと思います。昔アイザック・スターのレコードのジャケットを見て、彼も同じような、あれが色で分かりますから、同じような弦を使っているなと思った記憶があります。アメリカのみんなに倣ってドミナントの弦にガットから変えて何が変わったかというと、もちろんガットに比べて格別に安いですし、それに一本一本にムラがないので安定した質が得られます。昔はよくガットンでうまく音が出ないからという割と高いのを捨てたような記憶がありますし、それにガットの弦っていうのはつけてから伸びるのに時間がかかりますから、音程が落ち着くまで5日ぐらいかかってたような気がします。何年か経ってガット弦ってどんなんだったのかなと思ってつけてみたんですけど、すごく柔らかくていい音はするんですけれども、この弦を置いてからのスピークというかこの発音が少しナイロンに比べて遅い感じがしました。ただオイストラフはガット弦を使ってましたけど、ああいうような音色っていうのはやっぱりガット弦じゃないと出ないのかなとも思いました。ただガット弦とナイロン弦を組み合わせるってことは多分
できないと思います。これが私の今の弦の組み合わせです。ドミナント G スタック、ドミナント D シルバー、ドミナントプロ A、 それからピラストロのイドクサを今使っています。ちょっと最近バッハのアドベントカレンダーっていうのを弾いてたんですけど、その前はこの E 線をこのドミナントプロを使ってました。ドミナントプロっていうのは去年新しく出た弦の種類で、ドミナント自体、このドミナント自体は去年かなんかが50周年記念だったはずなので、それの新しい弦です。素晴らしい弦だと思います。ただ私の楽器だとなんかすごく大きい、ドミナントに比べて音量がすごく増えたような気がするんですけど、全部つけてしまうとあまりにもこう調和してしまって少し単調な感じが私の感じではしたんです。だから結局ゲー線とデー線はまた元に戻って、それで私自身はこのドミナント、普通のドミナントのスタックだから肩巻きの弦のその渋みのある音が結構好きなんですけど、それで結局戻ってこの下の2本はこの組み合わせで、上はドミナントプロがアーセンっていうふうにしてるのが現在ですけれども、アドベントカレンダーを作ってる時に少しこの E ストリングがそのドミナントプロの場合少しヒュッとこう裏返ってしまうことが多かったんで、それでまたイドクサっていうのはほとんど裏返りませんからに戻ったんですけれども、最近こうドミナントプロの E 線っていうのは3種類あるそうなんですね。で私が今使ってるのは一番安いので普通のなんですけど、その一番高いなんか25ドルも E 線なの、E 線っていうか A 線、E 線ですか、A 線でもするんですけど、それを注文したので、もしかしたら来月になったらそれが自分のフェイバリットって言ってるかもしれないですけど、それが私の今のお好みの組み合わせです。このドミナントプロが出るまで E 線の好みは時々変わりましたけれども、だいたいドミナント K スタックでシルバー D、 すいませんこっちでは GDAE っていうんで、どうしても日本のドイツ読みだとちょっとこんがらがってしまってるんですけど、ここで少しおかしな話があるんですね。私がジュリアードにオーディションをした時に、もちろん私は日本で育ってましたから A 線の調弦が狂ってるってディレイ先生が、ちょっと A 線を直しなさいって先生おっしゃったんですけど、私の頭の中では A 線っていうことは E 線だったんですよね。行った時は割と全然喋れなかったんですけど、言ってることは少し分かったんですよね。だから E 線だから必死にこう日本の A 線ですね、だから一番右の細い弦を直してたら先生もこの子英語全然分かんないんだってみたいな感じで諦められて、そういうジュリアードの入試の試験でしたけれども、私としては GDAE と普通のアルファベットに言った方がすごく速くなるんで、ちょっと分かんなくなっていますけど、 E 線っていうのはゴールドブラカットから始めて、それからウェストミンスターっていうのはちょっと強い感じのする E ですね。それからよくピラストロのゴールドを使ってました。今ちょっと手持ちにないんですけど、それからピラストロのオリーブっていうのも結構自分が好みで使ってました。最近のピラストロのオリーブが裏返ることが多くなったんで、私はピラストロのイダクソにしたんですけど、やっぱり年によってっていうか弦の質っていうのも変わってくるのかなと思いますけど、それは私のただ個人的な感じですけれども、ピラストロのオリーブっていうのをよく使ってました。面白いことにこのピラストロのゴールドっていう弦は金色じゃないんですよね。
それでピアストロのオリーブっていう弦は金色の綺麗な弦なんです。それちょっと面白いなと思うんですけど、今度そのプロの E の一番高いのも注文しましたんで、それをちょっと楽しみにしてるとこなんですよね。今は弦は私の学生の時に比べて比べ物にならないぐらい種類がありますから迷われると思います。でも最終的には自分の好みですから、少々無駄になっても自分で試してみて自分の好みを探すしかないと思います。私の同僚のチェリストでイーバー・プラッチの大ファンで、私も使うべきだってほとんど毎日のように勧められるので試してみましたけれども、私自身としてはこの弦自身に少しこう個性があって、これ勝手に歌うような感じがして、こう自分の思ったのを素直に出してくれるっていうのはこう何にもないようなドミナントの方がいいかなって自分では思いました。イバープラチはとってもこっちでポピュラーな弦で、多分ジョシュア・ベルが使っていたと思います。私が勝手にこう今ないんですけど、こうパイの記号みたいな弦があるんですけど、ピーター・インフェルドの弦なんですけど、この弦もとてもいい弦だと思います。私自身はドミナントの音の方が好きですけれども、パイストリングのすごくいいところは、ドミナントが1ヶ月過ぎた頃からちょっとこう音の輝きを失ってくるのに比べてすごく長持ちするような気がしました。それからオブリガートとかも人気のある弦です。私の生徒さんでオブリガートを使っている人が結構います。それから10年ぐらい前はビジョンを使っている人がすごく多かったんですけども、私の意見ではビジョンはいい音はするんですけども、少しパワーが足りないような気がしました。こんなのが私の意見ですけども、面倒くさくてもいちいち自分で試してみるのをおすすめします。最近のナイロンシンセティックの弦っていうのはどうもこうガットの良さを出そう、そういうこう柔らかないい音を出そうって工夫してる弦が多いように見かけられますけども、私としては単純にこうナイロンのこのポンと響く音が結構好きなんで、結局のところまたドミナントに戻ってしまいます。私はちょっとコロナ禍の時に演奏会がすごく減ってしまいましたから、一時より変える頻度が減りましたけれども、それでも4ヶ月に1回ぐらいは変えてると思います。私が教えてる学校は私立ではないので、州立なので弦を変えなさいって言うと、よく次のアルバイトのお金もらったら変えるんだけどって、そういう生徒が結構いるんです。でも車のワイパーは年に少なくとも1年に1回変えるんだから、1年に1回だけは絶対に変えなさいということで、なるべくだったら半年に1回変えるようにというふうに勧めてます。それからなるべく変えた日をカレンダーにつけておくことをお勧めします。昔はガット弦をつけてた時は落ち着くのに時間かかりますから、一度に絶対変えちゃダメだってよく私言われた記憶があるんですけど、今は結構へっちゃらで一度に変えてます。もちろんコマがありますから、この一つずつ一度ですけども、その一日その同じ日に変えてますけども、もちろんコマがきちっと前に向かないようにしたら変えることは可能だと思います。私の場合、弦の種類は生徒の好みに任せてます。私の生徒で最近ドミナントプロを全部つけた生徒がいるんですけど、すごくいい音なんで、彼女が他の普通のドミナントをつけてみるとあんまり音が良くないので、だからそういうことで楽器だとか、例えば自分の弾き方なんかにもよりますから、ちょっと面倒くさくても自分でその道具に凝るじゃないですけどやってみられることをおすすめします。時々は弦が悪くなっていったりして、例えば3ヶ月前なのに音が悪くなってるっていう場合もありますし、
どうやって見分けるかというのをちょっとすごく一般的だけれどもお見せしたいと思います。こう弦を弾いてその上げた時の音程に気をつけてみてください。これはちょっとなだらかに少し上がりますからそんなには古くないんですね。これは音程が変わりませんから全然古くないです。これはダーウィッと上がりますから私のアーセンこのどの日に変えたにかかわらずこうなってくると弦がちょっと古くなってきたことです。E 線にはこの試してみる方法はあんまり当てはまりません。ただ E 線の場合はこう特有のこうキュッとした音とかそれとかこう手触りがガサガサとした感じが E 線はすると思います。ということで少なくとも半年に1回は弦を変えていただけたらそれだと自分で練習なしですごく上達したように感じられると思います。今日は私の話でしたけれども次からは前に予告しましたように右手のテクニックに移りたいと思います。ではまた次回にお目にかかりましょう。